どうも、こんにちは、デミコでーす。今日はね、何をしようかっていうとですね、この前買ってきたやつね、これね、いつだか買ってきたやつ。ちょっと使っちゃおうかなとかってちょっと思いましてね、バッグそこいった。っていうのもね、普通にね、そこいった使うんだったら、作っちゃえっていう方針にしたわけで、そうするとですね、ちっこいのはやっぱりちっこいわけですよ。バッグ作るのにはね。でね、小物色でも作ろうかななんてちょろっと思ったわけです。で、どの糸使おうかなって思った時にですね、これ、いつだか試し編みで、ね、棒針で、モザイク編みをやるときにこれ一番最初に試し編みをしたこのニューケークですね。こちらをちょっと製麺いたしました。はい製麺いたしまして、でこれが、どっちがどっちよ。これか。これだよ。こうだよ。こうね。これから10番がこっち、11番がこっちということでね、ほどきましたんで、でこちらを使ってやっていこうと思うんだけれども、これ2つ両方同時にやっていこうと思うんです。はいはいはい、すいません。またお父さんが、お父さんがね、話しかけてきたもんで、ちょっと中断しましたけれども、なんだっけ、どこまで話したかな。これかな。2つの糸を引き揃えてやっていこうっていう魂胆ですね。一回あれなんですよ。モザイク編みでこうなんだろう。編み込みとはまた違うけれども、2つの糸を合わせて編むっていうので、だいたいお色加減は分かったので、今回はね、思い切ってじゃあね、引き揃えちゃおうということでございます。それでどうやって色が変わってくるのかちょっと見てみたいっていうのもあるしね。でね、バッグの底板これダイソーのやつですわ。ね。どっち使おうかなと思って、でもどう見てもさ、こっちだよね、色は。なのでこれはちょっとポイして、こっち使ってやっていこうかな。ね。というかって言って、これちょっと開けますね。開けて、これ使ってやっていきますけど、よし。これでやっていきます。で、これ臭いって言うじゃん。茶色臭い。臭いっちゃ、臭いっちゃ臭いかもしれないけど、じゃあ気にならないけどね、これがたまたまそうなのか分かんないけどさ、じゃあこれでやっていこうってことなんですよ。でね、どうやってやっていくかっていうことですよ。でさ、これってさ、どっちをどっちにする？人によって違うと思うのね。で、例えばカバンなんかだったらこっちが底になるだと思うんだよ。底っていうか、その内側に来るのこっちにすると思うんだ。こっちの方が見た目綺麗だから。でも小物入れってことはこっちが見えるんですわ。こう高さがこのぐらい、どんぐらいだろうな。あんまりそんなに高くない小物入れを作ろうかなと思ってるんで、そうするとこっちを内側にした方がいいかなとちょっと思ったりするわけよ。カバンだったらこうかもしんないけど、どっちを作ったっけかね、前ね。いいや、とりあえずやっていこうと思います。で、今回はとりあえず糸を引っ張り込まなきゃいけないんで、これね、2本ね、両方ね、引き揃えますよ、これ。どんな感じになるか分かんないよ。実験だから。私いつもほら、実験だからね。これちょっと避けて。これもいいけど邪魔だね。これね、ポイして。はい、ポイ。ポイってことで。じゃあこれでやっていこうと思うんですよ。さあ、どっから行こうって話なんですけど。やっぱりこっから行こうかな。ね。こっからちょっとやっていこうかなと。で、これが内側になるってことはこっちから行かなきゃいけないね。これで2本出るんかいな。ね、2本。とりあえずだから、使っていく針は、どっち ?9 号。9号で大丈夫かなね、ちょっと、どんな感じ？ 9 号 ?8 号 ?9 号でもいいか。ね、9号でもいいけど、とりあえず、出すにはね、ちょっと細いの使わなきゃいけないから、こちらの、7.5、7.5で出していこうかなと思うんですけど、これね、まず引っ張り出して、ね、こうやって引っ張り出して、で、編んでいく時にですね、最初ね、どうしようかなと思ったの。
で四角の底を使う時と丸の底とやる時とちょっとねやり方多分ちょっと違うっていうか変えた方が私的にはいいかなと思うんだけど、四角は普通でいいと思いますわ。なので普通に拾ってきます。はい。じゃあこうやってこうやって引っ張ってね。これはくるみながらねいきますけど、当然のごとくこれはちょっと一目ずつとりあえずこう出して細編みをしていくんですけど、ギュッと引っ張りつつ、はいで出して近いカメラ近いね近いねカメラ出して抜いて、でここ角っこですよ。四角の角っこがちょっと問題じゃない？これ3つ出したいんだけど出せるんかいねこれね。ちょっとわかんないけど出してやって試してみるしかないねこれね。出るかな。こう出して角っこはここで針が入ればなんとか大丈夫そうだね。よし、グリ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 あ、出た。はい、こんな感じでグッと持ってきてでやって、はい、こんな感じで若干やっぱりなんだろう目がこっち側に来ないようにこのねこうやって立ち上がっていくんだけども、なるべく真ん中っていうかなんて言ったらいいの、ここにね来るようにしないとやっぱり綺麗にできないだろうから、気持ちちょっと引っ張り気味でいいのかなっていう感じでね。でこうやってやっぱりねある程度の太さがないとこの穴でこうなんつうの一目ずつ拾ってって編んでいくっていう時にはねある程度の太さがないとちょっとねあんまりかっこいいことにならなそうな感じがするんで、これでもどうなんかいいなって感じだもんね。だってねこれ2本でね、でもちょっとやってみるわね。はい。でこれ一周じゃちょっとこれちょっとそこそこ時間かかると思うけど、ちょっとこれ拾っていこうと思います。はい、じゃあここまで編んできました。じゃあ立ち上がりをここからやっていこうと思います。はい、立ち上がり目立たない立ち上がりになるんですけれども、ここを少し出しますねこの状態でね。はい。でここ頭がないから作ってあげるんだけど、後ろから針を入れて引っ掛けてでぐっとここから引っ張り出します。で今回はですね筋編みをして手前こうなんつうの筋を残していくんで、ちょっとこれを引っ張ったら他のね針をちょっと入れといて外れないようにちょっと入れといてもらって、でここが鎖編みみたいになってますね。鎖目になってる。でここを2本要は2×2 で4本入ってるんだけども、ここを鎖編みこっちの鎖編みと同じように見立てれば、ここの表の筋っていうかねここ筋2本残して、どこでもいいんですけど言ったらね、でも綺麗に出ているこの表の2本こいつを残すつもりでグッと割って入れてあげて、もう2本違う側の2本をこう引っ掛けてあげるとね、こうやって拾ってあげる。結局これは鎖目の中に針を入れてるのと同じことになるんで、そしたらちょっとこっちもねグッと引っ張って外れないよう気をつけて、で針を入れる。ここからね針を入れて、はい。で後ろからこれを抜いてあげる。でそしたら立ち上がる一つね。はい、こんな感じになります。こんな感じですね。このやり方は似たようなやり方は以前私が動画を始めたばっかりの時ですよ。ね、動画を始めた頃に立ち上がりの目立たない立ち上がりっつってやってると思うんですけど、似たようなやつをそれよりもねもうちょっと一手間減らしましたっていう感じの立ち上がりの仕方ですね。はい。でここ立ち上がったらその後はちょっと針変えようか。針の太さ変えないとね。針の太さちょっと変えて9号にしましたわね。9号にして、でそこで普通に筋編みで細編みをとりあえず1段ね筋編みで細編みをしていきます。ここは普通に筋編みの細編み、はい、こんな感じで一周していきます。
ね、これで大丈夫かどうか知らんよ。試作してないんで、はい。試作してないんでうまくいくかどうかわかりませんけど、とりあえずこれでやっていきます。色が変わってきましたね。はい。はい。じゃあこれで続きでやっていきます。はい、編んでまいりました。で、ここは最初、さっき立ち上がったとこですね。ここも同じように立ち上がってきます。引っ張って、ここ引っ掛けて、で、これをこう引っ掛けて。で、はい。で、次からは、ここ、後ろで一回入れますね。こうね、入れて。で、次からどうやって編んでいくかっていうと、まあちょっと見せようか、とりあえずね。じゃあどんな感じになってるかっていうね。とりあえず、まだよくわかりません。まだよくわかりません。とりあえずここに筋がつきました。はい。で、次はどうやって編んでいくかっていうと、まあ、そうですね。久々にじゃあ、あれかな。メリヤス風のね、やつでやっていこうかなと思うので、細編みね。なので、そうじゃなかった。はい。こうやってやったら、こっからぐさっと刺しますね。針刺して。で、糸を引き抜きます。糸引き抜いて。で、そしたら、後ろのこいつを捕まえて、こいつを、こっからこう引き抜く。こうですね。そうすると、あんまり立ち上がりが目立たなくなります。はい、こんな感じ。毎回同じように、こういった感じで立ち上げをしていきます。はい、こういう感じでね。そうすると、ここは、こういう感じになります。もう一回やりまっか。ですね、これね、外すのは結構大変なんよ。これでしょ。こうして、はい。ね、後ろから持ってきて、こう編んできたやつ、ここまで編んできたやつを、こう、針の向き的にはこうか。ね。こうなってて、これを後ろから出したら、こいつを引っ掛けて、後ろに持ってきます。で、ちょっと止めときます。で、そしたら前の部分、今度入れるのここになるんでね、ここ。メリヤス風にするんで、ここの真ん中からぐさっと刺して、後ろから一回引っ張っていきます。で、そしたら、ね、これ持ってきたら、さっきの残しといた目を拾って、はい、拾って、こいつを通します、ここにね。はい。そうすると、まあ、目立たない。あんまり立ち上がりが、こういう感じになる。はい。で、またこの間と間にムスッと、ムスッと、ムスッと入れて、で、ここはもう普通に編んでいけばいいと。はい。間に針を入れて、出す場所をね、ちょっと気をつけなきゃいけないんだけど、引っ掛けて、で、こう出してきて、ね、こういう感じで、メリヤス風。はい。で、メリヤス風で出す時に後ろ気をつけなきゃいけないのが、この割れてる V のところの間に出すと、目がどんどんこう曲がってきます。斜めになっていっちゃうんで、この間に入れたら、この V の隣ですね。ここに出しちゃうと斜めっていっちゃうんで、 V の間に出すと。なので V の右側の V の線の横、ここに出して編んでいくと、まあ歪みっていうか、なんていうの、そのねじれが軽減されます。完全になくなるわけじゃないと思います。感覚的に軽減されるだけで、完全になくなるわけじゃないんで。はい。まあね、編み方によっては完全になくなる人ももしかしたらいるかもしれないけどね。うん。私なんかがやっても、なんつうんだろう。軽減はされるけど、じゃあ完全にまっすぐになるかっつったら、まあそうでもないよねっていう、人の手でやってるからやっぱり、まあ、なるべくまっすぐになるようにはするんですけど、はい。じゃあこんな感じでね、とりあえず
一周普通のなんていうの、普通のじゃないや、なんだっけ、メリヤス風の細編みでちょっとね編んでいきたいと思います。はいはい、ここまで編んできました。じゃあ次、ここからまた立ち上がるんですけど、この先どうしようかなって話なんだけど、まあちょっとビュッと引っ張って、で後ろから入れて引っ掛けてグイッと出しますね。で出したらこれをちょっとここで止めといて、はい、止めといて、でちょっと細い方でこの真ん中ぐさっとグリグリグリっと刺して刺さったかな、大丈夫そうだね。そしたら後ろからこの糸を前に持ってきて、こいつをこう引っ掛けてこれを前に出す。はい、こんな感じです。はい、でそしたらちょっとこれね先っちょまた変えて、でさあじゃあ次どうしていこうって話なんですけど、こっから今回は基本的には2本で引き揃えて編んでったら、このニューケークってやつがどんな感じになるのかっていうのをやっぱりこう見ようかなっていう感じなんでね、このバッツリ変わるその段染めを2種類合わせてこうやってね引き揃えて編んで色が変わるとかどんな感じなのかちょっと見たいしね、どんな感じなのかまあわかんないけどとりあえずやってみようって話なので、単純なねやっぱり柄にしていこうかなと思うんです。で今回はこのなんだっけこれ、メリヤス風の編み方で普通の細編み、大きい細編みをやっていこうかなというわけでございます。はい。でここ普通に立ち上がったんで、まあここは隣はでっかいのいこうかな。じゃあね、でっかいの。でもこれできんのかな、でっかいのやった後に引き抜いて大きいの、まあできないことないからちょっと挑戦してみようね。ここでっかい細編みをしてこうやっといた方がやりやすいよね。でもねとりあえず最初のうちはこうしてでっかいで、次ちっちゃいっていうか普通の細編み、メリヤス風ですけど、これグッと刺してね、でそれでメリヤス風にちっちゃいの編んで普通の編んで、でそしたらここの入ってる根元ですね、根元にぐさっと入れて大きい細編みで、隣はメリヤス風にぐさっと入れて普通の細編み、ちょっとこんな感じでね今回シンプルに、いつもシンプルなんですけど私、はい、こんな感じでちょっとしばらく編んでみようかな。とりあえず3段ぐらい編んでみますかね。そしたらちょっと感じがわかるんじゃないね。ちょっと待って、ちっこいなんだからでっかいんでしょ。はい、じゃあとりあえずこんな感じで3段ほど編んでいってみようと思います。はい、ぐさっと、はい、刺す時やっぱね後ろ見ないとねちゃんと正しいとこに出てきてるかどうかっていうのがあるんで、ここはね平気だけどね、でっかいのする時はもうすでに入ってるんで、ね、普通のやつを編む時ですよね。感覚で大体わかんないけどね。でもこうやって一本外れちゃう時があるんでね、ちゃんと拾ってね。はい、はい、じゃあこれでしばらく編んでいこうと思います。でかいので。はい、でっかいの。はい、3段ほど編んでまいりました。でここでどうなったかっていうと、ここの立ち上げなんですけど、ここの立ち上げは落ち着いて考えると分かると思うんですけど、ここをね入れるでしょ。ちょっと待ってね、ここちょっと余計な糸は取らないように頭だけに後ろから入れて、これ引っ掛けるでしょう。でこう持ってきてそしたらちょっとこれ突っ込んどいてね、外れないように。そしたら次はここかけるんだけど、ここでっかいやつだからここじゃなくてここからブスッと刺していけばいい。ここはね、なので問題なくできる。立ち上がりもねでこう外して
入れて、でこの人を連れてくる。こうやってね。はい。こんな感じ。こんな感じで。立ち上がりはとりあえずあんま目立ってないよね。うん。はい。で、そしたら次、隣は普通にそのまま入れて、で、ここもこの長くピーッと引っ張ってるのがあるから、なるべくこう長くピーッと上がってるところよりもこう右側の方ね、こっち側に入れて、引っ張り出した方が真ん中に来るよという感じでございますね。こういう感じでね。はい。はい。で、またこうやって大きく引っ張って。ね、いい感じの色が出てきたね。この組み合わせいいね。綺麗だね。ね、だからちょっと普通にメリヤス風でねずっと編んでいくよりこうやった方がまあちょっと面白いかなとはやっぱり思うんで、このまま続けていこうかなと。で適当な高さにするんですけど、一応ねこの玉をね使い切る勢いでね編もうとは思ってるんだけど、あんまり高くなりすぎてもね、一応小物入れなんで高さはもう自由ですよね。どれぐらいいくか。とりあえずでも自分のいいと思うところまで編んでみようと思います。もしかしたらね編み切りで全部編んじゃってもいいかなとか、あとは縁編みもあるから縁編みの分も残して編むってことを考えたらちょっとちょうどいいところまでねちょっとね編んでいってみようと思いますよ、自分的にね。はい、こんな高さまで編んできました。何センチぐらいあるかな。6.5センチ6.5センチの高さで、残りがもう少なくなってきたのでこの辺で縁を編んでいこうと思うんですけど、今日は縁はちょっと待ってね、太いの細いのでちょっと編んでいこうかなね。とりあえずこれ立ち上がんないとね。立ち上がりますよ。縁はちょっと細い方で編んでいこうと思います。でこれ引っ張って、でどうしようかな。普通に普通にっていうか細編みを編んでいくので、ちょっと 7.5 じゃ小さすぎるか。8にしとこうか。ちょっと一つ下げて8で編んでいくことにします。はい、8でね。これ8号。はい。で、普通に今度はここ、細編みを編むように、ここですね。ここに普通に入れて、これを持ってきて、ね、これ入れて大丈夫かな。はい、こう入れてこれを普通に持ってきて、でここ飛び出てるやつね、こいつを拾って、でここを通す。はいはい、で立ち上がるとこんな感じになってるんですけど、これで、今回どうしていこうかっていうとですね、ねじり細編みをやっていこうかなと思いますよ。はい、ねじり細編み、ねじり細編みのやり方なんですけど、ねじり細編みはこう普通に細編み入れるじゃないですか。細編み取るように入れて、これやって、でちょっとグーッと引っ張って、でこれ引っ張る方向ちょっと左側にした方がいいです。左気味にしてぐるんとねじってね、これをこう先っちょをこういう方向でねじるね。で抜く。刺してビューッと引っ張って、左側に引っ張った方がいいです。これ右側に引っ張るとちょっと糸がね浮いたりするやつが出てくるから、でこれこっち引っ張ってグリッと回して、で抜く。また防災なんちゃらですわ。こうだね。はい、こう抜いて、でまたブサッと刺して引っ張って左方面にね、気持ち左方面ね、左方面に引っ張ってグリッと回して引き抜いてね。これやるときはでもあれかな、こっち鉛筆持ちの方がやりやすいね。はい、鉛筆持ちの方が編みやすいと思います。はい、ぐさっと刺して抜いて、左方面にちょっと引っ張りつつグリッと回して抜く。はい、こんな感じになりますね。はい、これやると多分縁が結構しっかりして、
で、結構もうまあ、しっかり編めてるんで、なんて言ったらいいの？なんて言ったらいいんだ。ふにゃんとはならないわけです。自立するんで、ちゃんとこれで。ただ、縁もね、こうやってしっかり編んどいた方がいいと思うので、はい。じゃあ、これでね、一周、こっちか。ね。編んで終わりにしていこうと思います。ブスッと刺して、左方向にちょっとグッと引っ張って回して抜く。はい。はい、ここまで編んできました。で、ここが立ち上がりの部分なんですけど、ここも最後に入れます。入れちゃった方が楽だと思うんで、はい、入れて、これで終了ですね。はい。で、あとは糸処理。糸処理をしていくんですけど、おっと、ここでつなぎが。これはちょっと都合により、ちょっと切ったやつ。こんだけね、これで最後なんですよ。これ。最後の部分ね、試作で前にこの糸使った時に、最後の部分を、こっちが、どっちかが、逆サイドの方が足りなくなった。余ったんだね、こっちが要はね。こっちが余って逆サイドが足りなくなったところをこれで足して、ぴったんこで、ほぼぴったんこで終わったってやつですね。で、なぜか今回はこっちの方が余ってるっていうね。でもこれで終わり。まあいいや。とりあえず、これで切って、はい。ほぼ使い切った感じ。はい。これで切って、で、こう抜いて、はい、抜いて、で、糸処理をします。はい。で、糸処理は、まあ、これが、こう、じーっと見て、じーっと見て、はいよ、っつって、こう、ちょっと気持ち、ちょっとここかなっていうところに入れて、閉じたら、そうね、これを普通に多分こっちにもう一回戻せばいいんじゃないかな。この辺にね。ちょっとわかんないからどこ通せばいいのかとかわかんないから、どこ通そうか。この辺通してもいいような気するけど。はい。こう通して、厚みがね、均等になるように通して、こんな感じでいいんじゃないかな。で、そしたら、またこっち側に入れて、はい、入れて、で、あとは普通にこれを糸処理していけばいいと思います。で、糸処理は、こうね、なんか、聞こえた今。聞いててみ。耳をそば立てて聞いててみてください。いびきみたいの聞こえません？これね、実はね、うちのにゃんこなんですよ。でね、寝てないの。普通にそこに座ってんの。座ってるんだけど、座ってぼーっとしてるとね、まるでいびきみたいにね、聞こえないかわかんないけど、入ってるかもしんないから。はい。はい、こんな感じで糸処理はいいと思います。はい。よし、これでいいかな。はい、いい感じじゃないかな。はい。で、これで、ちょん切ります。はい。ちょん切った。聞こえる、聞こえる、聞こえる。また聞こえなくなったかな。聞こえる？これね、猫の
肉が普通に息吸ってしてんのよ。はい。はい。じゃあ、これ、余ったのが、片っぽがこんだけ。そしてもう片っぽが、はい。このぐらい余りました。はい。で、だいたい高さが、じゃあ最終的な高さがいくつかなっていうことでね。最終的な高さ7センチ。はい。7センチでございます。で、これね、割としっかり編めてるんですよ。うん。だから、こう、型崩れもそんなにしないかなっていう感じ。まあ、こうやってやれば崩れますけどでも、普通に、使ってる分には何の問題もないんじゃないかなと。そして、私、これなんですけど、まあ、いろいろ入ってる、このケース。これね、100均で買ってきたこういうケース。これがね、ちょうどいいサイズなんです。で、実は私ね、これもう一個持ってて、ちょっとカラーにしてね、なんかいろいろ入ってたから。これね、2個ちょうど収まるんですよ。これ。これはね、なんだろう、ダイソーのキッチンツールっていうか、そのキッチン用のその分けるやつのトレイっていうかね。これが2個ちょうど入る。で、この普通のこのサイズのやつがあるじゃない。あれも入ります。もちろん。ちょうどいいサイズっていう感じね。これね。ちょっと。ね。これで私ね、偶然なんですけど、はい。偶然なんですけど、こんな感じで入りますんで、もし、そういったものになってたらいいのそのまま出してなくて、カバーしときたいなとかね、2ついっぺんにこう揃えて使いたいけど、ちょっとバラバラして、やだな、なんていう時にはね、こうやって入れて、ね、こうやって余った糸とかこう入れちゃったりとかして、ね、こうやって、こういう感じでもいいんじゃないですかね。はい。じゃなかったら、ね、こういうのいろいろ入れてんけど、まあ種類分けして入れといたりとかね。まあそういう感じでもいいんじゃないかなと思います。まあこんな感じでちょっと作ってみました。簡単にね。まあ、今回は、まあ小物入れもまあちょっと作りたいなっていうのはあったけれども、どっちかっていうと、なんだ、あれをね、ケークを使って2種類引き揃えて編んだらどんな感じに色が出るのかっていうお試しですね。で、1本だけでやるとやっぱりその色がバツンと変わるじゃないですか。バツンと変わっちゃうんだけども、こうやって2色重ねることでその色の変わるところがそんなになっちゃうのバツンって目立たないっていうかね、合わせることで、よしこれはねいいと思いますよ。やっぱり以前にその編み込みでねやった時もそういう感じになったんですよね。結局2本で合わせて交互にこう編み込みでも何でも入れていくと、その色のバッツンって変わるところの変わり目が目立たなくなるっていうね。だから基本的にはね、私はねこういったこのなんだろう、バツンって切れちゃうこの段染め、ピッチが割と長い段染めっていうのはやっぱり1本で使うのってちょっと難しいかなと思ってて。だからね、私はだいたいこうやって違う色と合わせて、で、そのお互いの糸がなんとなく色がちゃんと出るような形で、まあ、組み合わせて使っていったら、まあ、いいんじゃないかなと思います。はい。こんな感じで今回作ってみました。いかがでしたでしょうか。というわけでね、じゃあ、皆さん、もし、ケークどうやって使ったらいいんだろうな、困ったなっていう時は、まあ、こんな感じで2種類合わせて、綺麗な色が出れば、ね、出る組み合わせでね、やってみて。でもね、結局ね、何でもね、大丈夫だと思うの、組み合わせたら。そう。私は今回、ケーク買ってるけど、2種類、他にもう2種類買ってるんだけど、それでもちょっとやってみたいなってちょっと思ってますわ。こんな風に出るんだったらね、ちょっと悪くないかなと思って。まあ、可愛いよね。うん、可愛いと思います。はい。というわけでございます。はい。まあ、簡単なんでね、ぜひ、こういったもの、ちょろっとしたものを、まあ、ケーク使ってない、困ったな、どうしようっていう時にはこれやってみていかがでしょうか。はい。というわけで、本日もここまでご覧いただきまして、どうもありがとうございました。あ、これ、ね、一応見せとこうか。中身かっこ悪いからちょっと外しといて。はい。こういう感じでね。はい。本日もここまでご覧いただきまして、どうもありがとうございました。また次、すぐにね、お会いしましょう。ということで、本日はここまで。では、さよなら。
というわけでございますよ。まあね、最初私はね、これ何入れようかなと思って、こんな高くしなくても実は良かったんですよ。だから例えばね、こういうものを入れたりとかでも別にいいわけですよ。ね。あとはもうちょっと高さ低くして、まあ、眼鏡入れたりとかね、サングラス入れたりとかっていうこともできるしなんて思って。でも今回はね、やっぱりこの色がどう出るかっていうのを見たかったっていうのがあるんで、まあ最後まで使い切りました。はい。使い切りました。ね。ここ穴開いてて嫌だなって時はこうね、処理する時にね、私今回気にせずにやっちゃったんですけど、こっち側からね、大丈夫なんで。で、ここ最後にね、合わせたい人はこの糸処理するやつ、ここに糸処理の糸がありますけど、こいつをですね、こっちに持ってきて処理する。でも私はここで入れ込んじゃってるんだけど、最後にね、この部分だけちょっと言っておきますか。ね。これをこっちに入れ込むんじゃなくて、こっちに入れて、今やってもいいけど、今やる？はい。で、こいつをブニュッとしてね。はい。で、糸処理をこっち側に入れるようにすればいいだけなので、こうした方がまあ見栄えはいいと思います。はい。あんまり気にしてなかった。前やった時はでもね、こういう形で多分処理してると思うんですけど、で、あとはもう適当に入れられるとこに入れて処理をしていけばいいんじゃないかなと思います。なるべくだったら、はい、こうやって入れて、はい。で、あとは適当にこう通してね。はい。はい。こういう感じで処理をしていけばいいかな。はい。こんな感じかな。はい。最初にやっとけよっていう話ですよね。はい。おまけでちょっと、ね、最後の処理もしておきましたんで、はい。こういう感じで入れていただいたらいいかと思いますよ。ちょっとね、これグリグリグリっつって、グリグリグリっつって、ね、重なんないようになるべく、はい。ほら、完璧というわけで最後、ちょっとおまけのようになりましたけど、はい。これでちょっと成形して、はい。というわけでございます。はい。じゃあね、バイバイ。さあ、今日も夜が更けてまいりました。もう11時、夜の11時近いというのに、今からおやつを食べたいと思います。いやいやいや、ですね、ちょっとね、早めに食べなきゃいけないものを買ってきたもんですから、どうしても今日中に食べたい。どうしても今日中に食べたいということでね、まあデザート代わりですよね。夕飯の後、まあ夕飯いっぱい食べちゃってお腹いっぱいいっぱいなんだけど、だからもうね、ちょっと時間を置いて、まあこんな時間帯に食べようかなと。まあどうせね、あと3時間ぐらい寝ないんで、はい。なので、まあ胃を空っぽにしてから寝るのは間違いないということでね、まあいいんじゃないかと。まあそんなこんなでね、はい。今回のおやつなんですけど、これはですね、まあどこでも買えるものではございません。はい。近所でですね、ちょっとね、モンブランを売ってるところがございまして、で、それでね、ちょっとね、買ってきました。はい、買ってきました。どうなのかなっていうね、感じなんですけど、まあ、ちょっと食べようかなと思って買ってきたんですけどね、こんなものを買ってきました。はい。こんなもの。これなんかちょっとね、マスキングテープついてますけど、まあこれはね、セットなものがございまして、はい。これきな粉ですね。これきな粉。きな粉かけてくださいっていう話なんですよ。で、このきな粉っていうのが普通大豆でしょ、きな粉って。これね、何かっていうとですね、青大豆のモンブランっていうことなんですよ。それのきな粉らしいんです。はい。なので普通のきな粉とちょっと違う。早速開けていきましょう。ね。ちょっと最初、開けてみてどんな感じか。パカーンとね、パカーン。なんかそうめんみたいだ。はい。じゃあね、ちょっとね、早速ね、食べなきゃいけないね。早速、これかけなきゃいけないけど、これかけたら、ちょっとかけたらなんか、どうなんだろう。周りにババババって落ちたりしないのかしら。大丈夫かしら。まあいいや。ちょっとかけるね。スプーン使ってかけますか。ね。なんかちょっと青っぽい匂い、青っぽいっていうか、その青大豆っていうのかな。それっぽい匂いが。青大豆って何？まあいいや。はい。そんな感じの匂いがします。はい。やべえ。粉が散ってしまった。ちっちゃい。これが多かったんでね、お皿持ってくればよかったな。しまったな。お皿持ってくれば、まあいいや。
こうすりゃいいんじゃん。あ、ダメだ。ダメだった。あ、オーマイガー。オーマイガー。まあいいや。あとね、ちゃんと処理しますんで。はい。はい。あらら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 ら。まあいいや、まあいいや。そんなこともあらなって話だよね。はい。はい。あ、かけました、全部。はい。どうしよう、この粉。まあいいや。ちょっと美味しそうだからね。私はね、そんなね、茶豆みたいのをちょっと想像して、これでちょっと、買ってみたんですけど、はい。いろんな種類があるんですけど、そんなにいっぱいはございません。でもどれも美味しそうでね、どれがいいかなと思ったんだけど、やっぱこれがいいかなと思って、それで買ってきました。こんな感じ。ちょっと、みんなに見せときゃよかったら、もうちゃんとな。まあこんな感じですよ。かけたらね、こんな感じ。いや、贅沢やね。うん。ちょっと食べてみようか。ね。ちょっとこれ食べてみるよね。どんな感じか。食べてみないことにはっていうことなんでね、何も言えないけど、ほんとそうめんみたいだね、これね。そうめんみたいだ。あ、クリームがね、ちゃんと生クリームがあって。じゃあ、いただきます。いただきます。そんな感じだ。美味しい。だからモンブランってさ、普通栗ですよね。でもこの大豆でやっちゃうっていうね。でね、他にもね、何があったかな、緑茶とかなんかいろいろあったかな。ね、なんか小豆が入ってるようなやつも多分あったと思うんだよね。割とだから和風モンブランって感じかな、全部ね。美味しいよこれ。あ、でもモンブランらしいわ。で、この中にね、スポンジが入ってるんですよ、こうやってね。スポンジとクリームが、こんな感じで層になってるっていうか、なんだろうな、崩したようなクリームとこうスポンジ、崩したようなスポンジ詰めて、こうクリームとこう段っていうのかな、なんか適当に入ってる感じ。適当って言っちゃいけない。適当って言っちゃいけないこれ。やっぱ日本だね。これね、スポンジがね、ほとんど多分砂糖そんなに入れてないんだよ。で、あんまりだから甘さ抑えめなのね。かなり抑えめで、でもクリームはしっかりと甘いから。で、このモンブラン、いわゆるモンブランの部分ね、ここのところもね、そんなにうんと甘くない。きな粉もそんなにうんと甘くない。クリームが一番普通。ちょっとね。でもクリームも普通に軽い感じだ。全然くどくないよ。なんならこの時間に食べたって全然罪悪感感じないぐらいの。軽くて美味しいですね。なるほどね。でもね、この時間に食べるんだったらこれでいいと思うんだけど、普通におやつに食べようと思ったらね、でもね、罪悪感を感じたくない人はこのぐらいでいいのかもしれない。でも私の好みですよ。私の好みで言わせてもらうと、このスポンジがね、もうちょっと甘くてもいいかな。全然主張はしないんですよ。だからスポンジがね、ただそのスポンジの存在があるだけっていう感じなんですよ、ほぼね。だからこそもう少し甘さがあった方がいいかな。せっかくいるんだからっていう感じで、逆にその甘さとかそのスポンジの味があんまりしないことで、なんて言ったらいいのかな、その存在を余計強調しちゃうみたいな感じかな。あんまり甘くないスポンジっていうのが強調されちゃう感じ。トータル的には罪悪感の感じない軽さでいいよこれ。本当にダイエット中の人にもなんかいいんじゃないっていうぐらい本当に軽い感じなんだけど、なので美味しいですよっていう感じ。言ったらもっとやっぱり砂糖かな、スポンジかな。そっちに気がいっちゃってね、クリームとかの味が入ってこない感じ。私の場合はですよ。いやでも上のこのモンブランとこのクリームの組み合わせはいいと思います。でも全体的に甘さが抑えめだけど抑えすぎかな。そうだね。でもね、これね、別のやつもちょっと食べてみたい感じはする。他のものがどんな感じなのか。普通のモンブランだったらどんな風に作るのかなと思うね、これね。だから青大豆っていうのだから、なんだ青大豆ってなんだ、ちょっと調べるわね。青大豆って何や。青大豆は大豆の若いうちに収穫されるものであり、つまりなんだ、枝豆ってやつか。枝豆ってやつだな。
青大豆と大豆は同じ豆の種類でありながらいくつかの違いがあります。まず青大豆は大豆の未熟な状態のことを指し、大豆は成熟した状態を指します。この違いにより味や栄養価、用途などに違いが現れますということでございます。はい。青大豆は柔らかくて噛みやすい食感があり甘みがあります。で、青大豆は加熱調理することが多く、茹でたり蒸したりして食べられます。つまり枝豆ですわ。ね。枝豆や。で、大豆っていう風になると、ほら、黄色くなったり、茶色っぽくなったりとかっていうことなんだけども、そういうことね。わかりました。青大豆っつうのは枝豆っちゅうことだ。ね。あれは青大豆っつうんだ。知らんかったよ。わざわざ青大豆なんていう言い方をするなんていうのはね、知らなかったけど。なるほどね。でも味はしますよ。そういう味はします、もちろん。そういう味なんですけど、だから大豆よりもそっち系の味ですよ。青っぽい味はする。だからそういう味がするってさっき言ったんだけど、トータルで言えば美味しいですよ。ね、美味しいと思います。はい。頑張ってるなっていう感じ。で、これ本当にね、ダイエットしてる人にはいいんじゃないかなっていう味でございます。はい。ただ、お菓子として、デザートとかお菓子とかっていうことでこう考えた時、普通のね、お菓子として考えた時には、私的にはね、やっぱりね、スポンジが甘すぎないじゃどころか、甘さが結構ほとんどないんです。だから逆にその甘さがないことが気になっちゃって、そこに存在してるのになんでなんかちょっと足りない感じがするのね、私的にはね。だからね、もうちょっと甘くしてもいいと思うんだよね。もうちょっと甘くしても全然その他のものとのその甘さのバランスっていうのは逆になさすぎっていう感じがする。でもいいんじゃないですかね。さっぱり系のおやつってことで考えたら悪くないと思いますよ。そこそこ美味しゅうございました。はい。でもこれ食べてみて他のも食べてみたいと思いましたね。はい。機会があったらまたね食べてみたいと思うんですけれども、次はね、普通のモンブランあったら普通のモンブランも食べてみたいけど、言ったらね、例えばさ、フランスのモンブランなんてのはむっちゃ甘いっすから、もうね、頭痛くなるぐらい甘いから、だからそれと比べたら全然いいですよ、こっちの方が。いや、フランスのも美味しいんですよ。フランスの普通のね、栗のね、モンブランも美味しいんですけど。で、基本的にモンブランって言ったらね、このスポンジないからね、本当のモンブランってスポンジとかないから、クリームだけだから、あれがモンブランだから、マロンペースト、あれだけでビャー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 ってやってるのが、あれがモンブランです、ただし。それに砂糖がかかってたり、生クリームが中入ってたりとか、あとは砂糖って粉砂糖ね。あとはあとメレンゲのやつとか、ちょこちょこいろいろあるんだけど、基本はね、モンブランって言ったらね、あれなのよ。スポンジ入ってなくていいのよ。入んないのよ。で、あとはだから物によってはマロングラッセが上に乗ってたりとかもするけどね。そういう感じだけど、これはね、だからね、逆にね、私ね、スポンジいらなくねっていうぐらい、このスポンジ、いや、そうだね、スポンジだね。スポンジもうちょっと甘くした方がいいと思います。はい。はい。でも美味しゅうございました。はい。クリームとか、は軽くていいし、モンブランの方の、このそうめんね、そうめんの方も、あれ、美味しかったです。はい。美味しかった。甘さ控えめ、かなり控えめのお菓子って感じでしたね。はい。というわけで、ごちそうさまでした。次はね、また、そうだね、普通のモンブランか、小豆系のがあったら食べたいなと思います。というわけで、はい。本日はここまで。ここまでご覧いただきまして、どうもありがとうございました。ということで、はい。次回またすぐにお会いしましょう。では、そういうことで、バイバイ。